2026年7月、東レが電池の中で銅の箔が担ってきた部品を樹脂のフィルムに置き換える材料を世界で初めて開発したと発表しました。フィルムの厚さは 4.5 マイクロメートル。その両面を1マイクロメートルほどの銅の層で挟みます。厚みの大半を占めるのは銅ではなく樹脂。この置き換えで部品の重さは50から 60% 減少する見込みです。電池セル全体でも 10% 軽くなり、浮いた分だけ電池を積み増せば EV の航続距離を最大で 10% 伸ばせるとされます。しかし樹脂のフィルムで銅箔を置き換えた集電体なら中国ですでに量産されています。電池最大手の CATL は2026年4月、新型電池への採用を公表。供給元とされるのは2015年からこの分野に取り組んできた中国のメーカーです。実はそのメーカー、2022年には初期の量産までこぎつけています。では、東レが本当に世界で初めて成し遂げたのは一体何だったのでしょうか。答えは2つのフィルムを比べることで見えてきます。目指しているものは同じで、電池から銅を減らすこと。分かれるのはどこから手をつけるかです。電池の負極は黒鉛の粉を糊のような材料で練り、銅の箔に塗って作ります。銅の箔は粉を貼り付けておく台紙であり、生まれた電気を外へ運び出す道でもあります。これが集電体と呼ばれる部品ですが、集電体そのものは塩基を蓄える仕事をしません。それでいて、正極側のアルミの箔と合わせると、電池セル全体の重さの 15% を超えます。その銅は EV の普及で世界の奪い合いになっている金属でもあります。蓄えないのに重く、その上奪い合いの金属でできている。減らす理由はこれで十分ですよね。この課題に対して中国が選んだのは、出合いのフィルムに金属を生やす道でした。土台になるのはペットやポリプロピレンのフィルム。真空の中で金属を蒸発させ、数十ナノメートルという極薄の種をつける。その上から電解メッキで厚さ1マイクロメートルほどまで金属を育てていきます。アクセサリーなどに金メッキをかけるのと発想はそう遠くありません。出来上がるのは金属、樹脂、金属という3層の膜で、これを複合集電体と呼びます。一方で東レが選んだのは逆の順序でした。土台のフィルムそのものを設計し直し、その両面へ約1マイクロメートルずつの銅の層を設ける。機材の 4.5 マイクロメートルに銅の層を足しても6マイクロメートル以上ある従来の銅箔と厚みはほとんど変わりません。変わるのは重さの方です。複数の樹脂を組み合わせ、配合と設計を作り込むことでフィルム自体に必要な性能を持たせたといいます。どの樹脂をどう混ぜ、どう膜にするのかは組成も工法も東レは公開していません。中国製の複合集電体が樹脂の両面に金属を持つのに対し、東レのフィルムは片面に銅の層を貼ると報じられています。出来上がるのは中国製の複合集電体と同じ金属、樹脂、金属の3層。違うのは真ん中の樹脂をどこから持ってくるかです。出来合いのフィルムを使う作り方では土台の性能が市販品で決まってしまいますよね。フィルムから設計すれば条件の束にフィルムを合わせられます。電池の中で化学的に壊れず、金属としっかりくっつき、薄くても切れず、熱で縮まない。性格の違うこの4つを1枚で満たすフィルムが負極には存在しませんでした。1つ目は酸化と還元への耐性。充電中の負極は周りから電子を押し付けられる科学的に荒れた場所です。普通の樹脂を置けば電解液と電気の力に少しずつ削られ、電池の寿命そのものを縮めます。2つ目は金属との密着。厄介さで言えば4つの中でこれが飛び抜けています。
樹脂の表面はフッ素加工のフライパンと同じで他のものを寄せ付けません。フライパンで食材がつるりと滑ってくれるのはありがたいですが、集電体では困りますよね。銅の層が剥がれれば電気の通り道はそこで途切れます。剥がれなくても樹脂と金属の境目では電気が流れにくくなる。理屈の上だけの話ではありません。先に量産へ進んだ中国の複合集電体は2022年の業界解説記事によると、生産効率もぶどまりも従来の箔に及ばないとのこと。レッドと金属の間の接触抵抗が大きいために電池の抵抗が増え、出力がわずかに落ちるとも指摘されています。量産に進んでなおつまずきの多くが集まっていたのがこの境目でした。ぶどまりが上がらなければいくら軽くても値段で負けてしまうのです。3つ目は薄いのに強いこと。厚さ 4.5 マイクロメートルのフィルムは工場では高速で引っ張られ巻き取られ、その上に粉を塗られます。ラップを勢いよく引き出すとあっけなく裂けますよね。あの弱さのまま量産ラインに乗せれば切れるたびに製造が止まることになります。4つ目は熱。電池を作る工程には熱が加わり、樹脂は金属よりずっと素直に縮んだり波打ったりします。寸法が狂えば電極の重ね合わせも狂う。同じフィルムの集電体でも正極側ではすでに実用化されていました。負極でつまずいていたのは耐熱性と銅との密着性です。求められる性能を全て満たすフィルムがこれまで存在しませんでした。東レの世界初は市場に初めて出したという意味ではありません。この空白を1枚で埋めたという意味でした。繰り返し使ってもフィルムは劣化しにくく、電池の性能は通常の銅箔と同等だと説明しています。銅を上回るのではなく、銅に並んだ上で重さと銅の使用量だけを削る。派手さはありませんが、集電体に求められているのはまさにそれです。しかし、なぜ後から来た東レが4つの条件を1枚で満たせたのでしょうか。電池の進歩といえば、正極や負極の材料を変え、電解液を改良するという話が中心です。電気を運ぶだけの土台にわざわざ手を入れる動機はありませんでした。その前提が揺らいだのは EV の普及で銅の需要が伸び、重さとコストの両方が見直されるようになってから。ところが東レの助走はその前から始まっていました。4つの条件を1枚で満たせた根拠をたどると2005年10月に遡ります。東レはこの時ナノアロイ技術を発表。2種類以上の樹脂を混ぜるときに強い洗顔力をかけながら特定の添加剤を加えると樹脂の層の構造が一人でに整う。ドレッシングの油と酢が分かれず混ざったままになったような状態を樹脂で起こしてそのまま固めてしまう技術。従来の1000分の1にあたる数ナノメートルというサイズで3次元的な連続構造を安定して作り出せるようになったといいます。同社は当時、従来のポリマーアロイ技術はミクロオーダーの分散構造しか作れず、樹脂それぞれの特徴を十分に反映できなかったとも述べています。2005年の時点ですでにポリマーアロイを持っていて、その見解を自分の言葉で言い当て、構造の細かさを3桁下げた。翌2006年2月には独自の精密重合技術とナノ構造の制御技術によって植物由来の成分を主体にしながら耐熱性と成形しやすさを両立するフィルムの開発に世界で初めて成功しています。相反する条件を1枚のフィルムで同時に満たす。20年前に解いていたのは今回と全く同じ形の問題でした。20年にわたって異なる樹脂を混ぜ、複数の性能を1枚で成立させてきた会社が、その延長で4つの条件を満たした。そう聞くと腑に落ちますよね。複合集電体の産業を開設した2022年の業界記事では、土台になる高品位の機材フィルムについて、技術的な参入障壁が高く、
東レや三菱、韓国の SKC といった日韓メーカーへの依存度が高いと指摘。フィルムに金属を生やす作り方では、そのフィルム自体を日韓の素材メーカーから買うことになる。量産で先を行く側が土台では買い手に回っていたわけです。しかし、東レが最初に狙う先は EV ではありません。EV の電池を軽くできる材料なのになぜ回り道をするのでしょうか。東レが最初に狙うはモバイル機器やドローンといった中小型の電池。そこから実用化を進め、その後 EV や低地用の蓄電池へ広げる計画で、事業の立ち上げは1から2年以内を視野に入れています。サンプルはすでに電池メーカーへ渡っていますが、提供先の名前は公表されていません。ドローンを思い浮かべると、この順番は腑に落ちますよね。機体が軽いほど飛べる時間は伸び、運べる荷物は増える。電池セルが 10% 軽くなるという話は、そのまま飛行時間の話になります。大きな電池ほど安全の証明も量産の規模も重くなる。軽い機体から入るのは理にかなった順序と言えそうです。電池を作る側では集電体という部品の意味がすでに変わり始めています。CATL が複合集電体に与えた役割は軽さではなく安全でした。電気を運ぶだけの部品が異常時に自ら溶けて回路を切る安全部品として選ばれる。部材の意味付けが変われば選ぶ基準も払える値段も変わってくる可能性があります。一方、材料を供給する側では事情が違います。複合集電体の土台になる高機能フィルムは参入障壁が高く、日韓の数社に依存していると中国の産業を開設した2022年の業界記事は指摘。その構図が続く限り、土台を握る側の立場は強いままです。反対に、この置き換えで需要を失う部材があります。電池用の銅箔。国内で手掛けているのは、古川電機工業や JX 金属。需要が減少するのも痛手ですが、実は、東レ自身も安泰ではありません。電池セパレータでは中国勢との価格競争に押され、2025年にはカンナリーの合弁会社の株式の 50% を約300億円で売却する方針を出しました。日本と韓国での生産は続けるとしていますが、このように技術で先んじても事業で勝てるとは限らないという状況。それでもこの材料が効いてくる理由は、銅という金属そのものの事情にあります。EV1 台に使われる銅の量はガソリン車の3から4倍とされます。モーター、電池、配線と電動化した車は銅を食べて走る乗り物。2026年6月には国内で銅を売り買いする時の基準になる価格が1トンあたり233万円と、それまでの最高値を更新したと伝えられています。その基準価格は7月にもさらに引き上げられ、1トンあたり237万円へ改定されました。ブルームバグ NEF は、新しい鉱山やリサイクルの整備が進まなければ、2050年までに累計でおよそ1900万トンの銅が足りなくなると予測しています。集電体の重さを50から 60% 減らし、その分銅の使用量そのものを削るということは、電池のコストが銅相場に揺さぶられる度合いを構造から下げるということ。東レの発表を報じた記事も、銅の使用量を減らすことが材料コストの安定化につながると伝えています。掘れる量で決まっていた競争条件が使う量の設計で動き始める。資源を持たない国にとって、これは悪い変化ではないはずです。集電体そのものを作り変える動きは、国ごとに向かう先が違います。中国は、メキ合いのフィルムに金属を生やす複合集電体で、初期の量産と商用採用まで届きました。韓国で動いたのは、電池用銅箔で最大手の SK ネクシリス。ただし狙いは、今の電池ではありません。液体の電解質を固体に置き換えた次の世代、全固体電池。
2025年2月に発表したのは、その電池の部材が腐食するのを抑えるニッケル系の白の集電体でした。東レが向き合ったのは今のリチウムイオン電池の方です。フィルムそのものの設計から入り、4つの条件を1枚で満たすところへ先に着きました。市場投入の初は中国が取り、性能の初は日本は取った。残っているのは、その性能の初を事業の価値に変えられるかどうかです。今日のポイント3つに整理します。1つ目は初めての中身。東レの世界初は市場に一番乗りしたという意味ではありませんでした。酸化と還元に耐え、金属とくっつき、薄くても切れず、熱で縮まない。この4つを1枚のフィルムで同時に満たしたという性能の初です。2つ目は境目の難しさ。樹脂と金属はもともとくっつきたがりません。剥がれれば電気は途切れ、密着が甘ければ抵抗が増えて出力が落ちる。10年先に走った中国勢が生産効率とぶどまりでつまずいてきた場所もまさにこの境目でした。3つ目は銅を減らす競争。集電体は塩基を蓄えない部品ですが、正極側と合わせるとセルの重さの 15% を超えます。ここの重さを50から 60% 減らし、使う銅そのものを削ることは電池のコストを銅相場から少し引き離すことでもあります。このフィルムが最初に乗るのはドローンやモバイル機器の電池です。事業の立ち上げは1から2年以内。その間に中国勢が密着の壁を越えてしまえば、性能の初という看板は効かなくなるかもしれません。皆さんは素材で先に到達した日本の企業が量産で先を行く中国勢に追いつくため必要なものは何だと思いますか？価格でしょうか？量産の速さでしょうか？それとも電池メーカーとの距離でしょうか？ぜひ皆さんの考えをコメント欄で聞かせてください。今日はここまでです。この動画が役に立った方、なるほどと思った方はぜひチャンネル登録といいねをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。